皆様明けましておめでとうございます。私の方はこれ大晦日ですね、スーパーに買い物に来ております。台所焼肉やっていきます。タン、ミスジ、これリブロースやったかな。はい、久々の獣でございます。さあ準備していきましょう。これね、いつもの牛タンとちょっとお正月ですんでちょっと肉買わしてもらいました。ミスジ、霜降ってますね。これもリブロース、霜降ってますね。薄切りのやつですね。でちょっとこれミスジね、こんないい肉なんでもう本当に塩とタレちょっとつけるだけでもう焼いてしまって食べたらいいんですけども、ちょっとやっぱタレをまぶして、でちょっとそのタレが鉄板で焼いた時にちょっと焦げるみたいな、その焦げた感じの香ばしいのが私好きなので、ちょっとだけねこんないい肉なんですけどもちょっとだけタレまぶさせていただきやす。もうね、こんないい肉で台所焼肉するのこれもう年末年始ぐらいしかやらないんですけど、一応ねもうお正月を迎えるということでちょっと肉でやらせていただきます。でキムチですね。キムチもねもうスーパーいろんなあるからね、ちょっと厳選して買いました。さあビールいきましょう。やっぱ台所焼肉にはビールですね。丁寧にね、だいたい僕1回の食事でこの台所焼肉やる場合ビール1缶ぐらいで私は事足りるので、1缶を丁寧に美味しくいただこうということで丁寧に泡を作っていきます。いいですね。で最後ちょっと傾けた時の明けましておめでとうございます。2025始まりました。2025年ですか。もうあれですよ、こんなもん SF の数字ですよ。これ1975年生まれからしたらね、昔見てた SF 映画のね西暦ですよ、2025年なんて。だってミレニアムっつってた2000年から25年経ってるんですよ。 M1 グランプリ始まったん第1回目2001年ですよ。2001年ですら昔の映画でね SF で2001年宇宙の旅なんていうのがあったぐらいなのに、それで言ったら2001年で宇宙の旅できてないですね。さあタンからいきましょう。タンこれねさっき見せてました、これトリュフ塩、確かこれレイクレ一緒にラジオやってますレイジーライクレイジーっていう YouTuber の、てっちゃんっていうメンバーからね、確かクリスマスかなんかにいただいたと思うんですけども、その黒トリュフ塩をつけて今回タン塩の方を生かしていただきます。まあね2024年もいろんなことありましたよね。ちょっとたまにはなんか振り返ったりしようかということで、これ2024年のねこの国の主なニュースみたいなのをなんとなくねまとめのサイトで出してるんですけども、じゃあ1月から振り返っていきましょうか。1月タンがいい感じにいい感じに焼けてますね。いい感じに焼けてる。これ最初火つくからね、最初火つき注意ですよね。2024年の1月、ちょうど1年前ですね。もうこれはもう忘れることはできない。石川県能登のね地震で今も本当に被害が残っているところもたくさんあって大変な思いされてますけれども、この能登の地震から始まってね、もう芸能界にもいろいろなことありましたけど、あんまりもう芸能界のねそういうちょっと暗い話題はあんまり、あんまり触れずにいこうと思うんですが、
そうか。ほんでもうあれですよね、1月はもうまい。う地震があったり、あといわゆる政治と金の問題ですよね。安倍派の議員が逮捕されたりとか。はい。でもちょっと明るめの話題でいくと、日本のJAXA の探査機スリムっていうのが月面に初着陸、こんなことあったんですね。確かにあったような気がする。で2月ですね。やっぱ今年あんまりなんかやっぱ明るいニュースないな、ね。一応ここに書いてあるのは名目の GDP が世界4位に転落とかね。もう経済に関してはあんまりね、このやっぱ日本って成長期にないではないので、もう、ね、GDP とかそういう世界ランキング的なのはちょっとどんどん下がってるようなニュースばっかりですけれども、まあもうね、その時々、国ってこうずっとこう発展途上の段階からどんどん成長していって、成長段階でピークを迎えて、また今度はこうゆっくりなんていうの、国力みたいなものがちょっとこう下がったりしていくみたいな、そういうのを多分繰り返してるんでしょうから、この時期はしょうがないのかもしれませんけどもね、ちょっと悲しめのニュース多いですね。でも宇宙関係結構ね、H3 ロケット打ち上げ成功っていうの、これね2月ですね。でも2月はそっか、鳥山明さんが亡くなったんですね。そうかそうか。でアカデミー賞も2月やったのか。2月で日本のゴジラマイナスワンとか、宮崎駿さんのね君たちはどう生きるかとかが受賞していると。いろいろありますね、2月もね。じゃあ3月か。鳥山さんとかアカデミー賞は3月ですね。で4月があったな、静岡県の川勝知事のね、ちょっとこう職業差別なんではないかっていう発言で、辞意を表明されたという、あんなのありましたね。あれ4月か。で自民党のね政治資金の問題で39人処分と、これももう連日ワイドショーをにぎわしてましたね。これも4月。でも円安ね、34年ぶりに1ドル160円台に突入したりとか、なんか経済は暗い話題ばっかりですね。もうね、経済全体で見たら暗い話題とか多いですけど、皆さん一人一人の生活明るく楽しくやっていきましょう。で5月は5月もいろいろあったんですけど、改正民法成立、共同親権導入へとね。離婚する方もねもうすごく多いですけれども、そうか、お父さんとお母さんと双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入を柱とする改正民法などが成立したと。そうか、今までずっとねお父さんかお母さんがどちらか一方が親権を持つっていうことだったんですけれども、共同親権を持つというふうに改正されたんですね。で6月、そうか、自動車メーカーね。去年は自動車メーカーも割といろいろなんかこう問題が発覚したりとかして、認証不正問題ね。こういうのもあったよね。私はもう車好きなんでね、もう日本の車のメーカーさん頑張ってほしいなっていうのはすごく常々思っております。で7月か。万能焼肉だれ、これ今映像の方ですね。もう知らん、ちょっと
喋ってたらもうミスジを焼いていますね。ミスジもね結構でかいよね。結構な霜降りなので、なかなかやっぱ1枚食った時のね満足度というかガツンとくる感じはでかいですよね。このほらやっぱりねタレちょっとつけといたから、いい感じにねちょ入れやの感じ。タレつけといたからね、この表面のタレのついていた部分が香ばしくね焼けてるんですね。その香ばしさがねまたビールに合うんですよ。猫がちょっと右に来てましたね。向かって左か。これビール党の人からすると得意もっとごくごくビール喉越しでいけよみたいな思われるかもしれませんけどね、私割とそのごくごくっていうよりは割とビール味わうタイプです。夏場なんかはねゴキュって行く時もあるんですけれども、さあ私がなんか LINE メールを見てる間に次行きましょう。7月やっぱなんか7月これか。日本銀行20年ぶりに新紙幣発行、新しいお札出ましたね。でも出て新しい札に一気に切り替わりましたよね。なんかもう銀行の ATM なんか行ってももう新札がブワー出ましたしね。結構急ピッチで新しい札に入れ替わってるんですけど、これ困るのがね、僕車よく乗るのでパーキングがね新札使えへんとかっていうとこ結構あるんですよね。まだ対応できてないパーキングの生産機がたくさんあるんで、それ困るんですよね。キャッシュカードはクレジットカード使えません、新札使えませんでも世の中にはもう新札がすごいもう出回りまくってて、旧札がちょっとだんだん少なくなってるから、新札しかないどうしたらいいのこれみたいな。で近所の、ね、以前ならね、カード使えないんかで万札しかないコンビニ行ってなんかちょっとしたもん買ってタバコでも買って崩してこようかっていうのができたんですけど、崩したところでこれ新札では使えないってなって結構困ったりするんですよね。だから ATM で何回かに分けてね、この旧札がなんか出てくるのを待つみたいな、何回かやって旧札を集めるみたいなことをなんかやったことはやりましたよ。これめんどくさいから早くちょっとね。これです。この卵のこれすき焼きの割り下と卵の卵黄でこの薄切りのリブロースをこうまぶして食べるっていう、これ東京あたりの東京のね港区六本木麻布あたりのエロい焼肉屋がやってるんですよ。これねなんかもう贅沢な食い方。年末年始なんでお許しくださいませ。贅沢なこれいやらしいよ。これもうこんな家の普通の台所やからねそこまでいやらしく見えへんけど、港区のね薄暗いね個室の焼肉屋でこれ食ってたらいやらしい感じになるんですよ。これいやらしいで。さあそして7月は新紙幣発行でしょ。なんでやっぱあとやっぱりパリオリンピックですね。7月ね、7月はパリオリンピックね、大盛り上がり。猫が来ました。最近ねうちの猫獣たちが出てなかったんで猫見せろっていう方々お声もいただいていたので猫見せました。うちの猫元気にすこぶる元気に暮らしております。パリオリンピックね盛り上がってましたね。僕実はバレーボールぐらいしか見てなかったんですけど、日本のメダルが
海外の大会では最多の45個ということで、やっぱりあれですね、日本のこの経済がすごく良かった時代にスポーツにねこう結構投資をして、でやっぱり皆さんゆとりがねあったので、みんなこう子供たちがスポーツなんかに打ち込んだりなんかしてね、うまい。その子たちが今成長して、海外で活躍しているっていう、そんなところもあるのかなっていう、やっぱり経済の流れとスポーツも割とね連動してたりとかするのかなとか、あとやっぱ日本って世界の中でも部活へのその入部率がすごい高いみたいですね、他の国に比べて。だから部活で何かやっててのそこからの延長のメダルっていう、そういうことなのかも分かりません。さあ8月いきましょう。これ8月怖かったですね。地震のね、南海トラフ地震臨時情報が初めて発令されたと。宮崎県沖でね、大きめの地震があって、その時に気象庁がこれ南海トラフ地震が発生する可能性が、平時いつもに比べて高まったよっていうような、その注意の呼びかけですね、臨時情報っていうのを初めて出したんですね。で何日かしてその呼びかけっていうのは、一旦は収まったというか終了しているんですけれども、とはいえね、本当に南海トラフの大地震っていうのはいつか来るって言われてましたけど、いつ来てもおかしくないんだなんていう、すごい得意が熱がっています。タンを食べて熱がっています、地震いつ来てもおかしくないっていうふうに言われてる、ずっと言われてたんですけど、もしかしたらついに来てしまったんじゃないかなんていうふうにもね、ちょっと僕も思いましたけども、こういうのはもうね、この国に住む以上地震への注意っていうのはやっぱり常々怠ったらいけないなと思いました。実際にそうなった時に何をどうするか、どこに避難するのかとか、何をこう荷物をまとめておかなあかんとかね、そういうことをやっぱりねちゃんと意識せなあかんなって思いましたけども。さあ、あとそうか、8月岸田総理が退陣表明と、表明ですよね。8月ね、自民党総裁選に出馬せずに退陣するという意向を表明したのが8月で、8月といえば夏の甲子園ですね。ちょっと今年の夏の甲子園はやっぱり興奮しましたね。私の地元京都国際高校が初優勝ということでね、京都の高校が優勝するのって結構ぶりだと思うんで、すごく嬉しかったです。しかもね、僕の地元の北陵高校も最近野球が強くてですね、その2024年なんかの大会でいいとこ行ったりとかして、すごいざっくりとした言い方ですけども、後輩たちがすごく頑張っております。ちなみに我が母校の北陵高校というのはですね、我々チュートリアルとおいでやす小田でミキというね、なんか知らんけどなんかわからんけどお笑い芸人を多数輩出しております。でその前は芸人じゃないですけど杉本彩さんですね。なので北陵高校杉本彩チュートリアルミキおいでやす小田という結構な数の芸能人輩出しております。自然豊かでね、すごいいい高校です。さあ、あとがそうかパラリンピックもですよね。パラリンピックも日本勢も結構活躍して金メダル14個ですね。そして9月、今年も暑かったですよね。今年じゃない、去年夏の平均気温が過去最高タイ。9月、そうなんや。だってこれ正直どうですか、我々同世代の方なんか分かると思うんですけど、
僕らが小学校の頃ってこれお正月がっつり雪降ったりとか、あともう外出たら寒ーみたいな感じになってましたよね。で芸人始めてからも正月とか京都帰ってきてむちゃくちゃ寒かった覚えがあるんですよね。京都って夏暑くて冬底冷えするっていう、もう京都の冬ってめちゃくちゃ寒いんですよ。もう1月2月なんかめっちゃ本当にもう痛いぐらい芯から冷えるんですけど、対して正直それを知ってる身からすると大して寒ないなっていう感じはねしますよね。まあでも今後こんな感じが普通になっていくんでしょうか。さあそして9月エンタメ界では将軍真田広之さんですね。エミー賞18冠というかっこよかったですね。真田さんのスピーチね、皆さんねあれですよ、その時代劇っていうのを今までこう脈々と作ってきた方々の思いが世界を越え海を越えた国境を越えたんだっていう、めっちゃかっこよかったですね。そしてこれも9月やっぱあれですね、2024といえば大谷翔平選手大リーグ初50-50というね、もう大谷選手はほんまもうえぐいとしか言いようがないです。はい、2025もね今度はまたピッチャーの方で二刀流なのか活躍お待ちしております。10月もうだんだんちょっと待って、動画の方の時間がなくなってまいりました。10月、11月11月もいろいろあったんや、いろいろありましたけども、で12月は私が船の免許取りました。今年も皆様よろしくお願いいたします。